でそしてこの住民税、これもね、住民税が5万円からね、まあ大体 SSW の人はまあ大体5万円ぐらいですね。5万円から7万円安くなる方法があります。安くなることがあります。5万から7万円住民税が安くなります。これすごいいいですよね。いいなって思う人はスタンプをしてください。コメントでもいいです。あとはまあ海外の人はどこから見ているとかね、特にフィリピンとかミャンマー、インドネシア、まあ、インドネシアの人はあんまりあれかな、この場合どうかなとは思いますけど、フィリピンの人は多分ほとんどの人が、入ると思います。これは住民税ね、どうして安くなるのかっていうと、まあ、給料明細の時に控除っていう言葉がありますよね。控除っていうのが給料明細にあると思います。まあ、インシュランスですね。税金を見るときにあなたの給料が例えば、26万円でインシュランスとか、まあ保険ですね、保険とかペンションのお金、年金のお金、だいたい3万円ぐらいペイチェック、給料明細から引かれていると思います、ね、あ、私26万円ね給料なのになんかインシュランスとか、あれで3万円ねないと。で本当は23万円と、ね、でもインカムタックスはこれじゃなくてこれで計算します。ここで計算するんですね。まあ大体本当はまあ、10%、インカムタックスは 10% なんですけど、ちょっといろいろあって計算が大体、まあ大体だから月6000円ぐらいなんですね。あなたのインカムタックスはね。で住民税は大体18万円なんです。ほとんどの SSW の人は18万円なんですけど、これを5万円から7万円安くする方法知りたいですか？これね、安くする方法、それはね、このキーワードを調べてください。扶養控除ですね。この扶養控除って何ですかっていうと、例えば私が、結婚して奥さんと子供がいますという時に2人働いていません、私のお金で生活しています、一緒に住んでね、子供と奥さんの時に、子供と奥さんのじゃあ2人いるんだったら、じゃああなたの給料からこの2人分ね、子供と奥さんいて大変ですねと、じゃあそれも税金のね控除にしますよっていうのが扶養控除なんです。簡単に言うと、ね、例えばあなたが、360万円1年間でね給料もらっているとします。で子供とまあ奥さん、まあ奥さんでいいか、妻ねまあ子供1人奥さん1人で2人ですよね、2人分と。で、360万円だとだいたい住民税とか、税金がだいたい30万円ぐらいなんですね。30万円なんですけど、まああなたはね子供と奥さんいるからこれは大変ですねと。じゃあ子供と奥さん分で、ね、まあ80万円ぐらい他引きますよと。じゃあ240万ぐらいでどうですかみたいな、ね、税金のね、税金を考えるときに、じゃああなたは360万だけど本当はじゃあ子供と奥さんがいるから240万円でいいですよと。で240万円だったら、まあ20万円ぐらいですねみたいなね。わかります？もし私がシングル独身で子供もいない奥さんもいない
で SSW でね360万円だと1年間の税金30万円ぐらい払うんですよ。インカムタックスと住民税ね、レジデントタックス30万円ぐらい年間払うんですね。でも子供と奥さんがいたら20万円になるんですね。10万円下がりましたよね。これはもちろんあなたがもらっているお金によって違うんですけど、でこれ SSW も実はね大丈夫です、できます。じゃあどういうふうに、SSW にもね実はこの扶養控除が認められています。それは例えばあなたは今日本にいますね。そしてあなたの子供、まあ家族、ファミリーとか、まあちょっと何歳以上だったっけな、70歳以上だったかな、70歳以上のおじいちゃんかおばあちゃん、ね、フィリピンにいます、ね、しかもあなたのお金で、フィリピンの人たち、フィリピンのファミリーは生活していますと。で、まあ毎月ね10万円ぐらい送ってると思うんですけど、とにかく日本からフィリピンにお金を送った時にそのレシートありますよね。まあそれは絶対残してください、ね、残しておいてくださいね。あなたが日本にいて働いて SSW 働いて、自分の国ミャンマーでもフィリピンでもインドネシアでも、カンボジアでもどこでもいいんですけどに毎月ね5万円とか10万円お金を送って、あなたのお金でそのファミリーが生活している、ね、その時に、扶養控除が認められます、はい、つまり日本の税金がだいたい10万円、まあ5万円から7万円ぐらいですかね。だいたい5万から7万円ぐらい安くなります。これは覚えておいてください。めちゃくちゃ大事な話してますけど、なんでねこれね覚えてくださいねって言うとね、実はこれ会社はやりません、あなたの今 SSW で働いている会社はあなたのためにそれできないんですね。これ自分でやります。あなたがやります。自分で。どこに？これ住民税なので、住民税は市区町村です。まあ市役所、区役所、ですね。に行って自分でやります。しかもね、デッドラインがあります。3月31日まで。これは去年の分ですね。ラストイヤーです。もう終わってますけど、来年のためにこれ覚えておいてください。で、必要なものがやっぱりあります。コントラクト、サティフィケーションコントラクトとか、レシート that's sending money from you to your family、ね、いろいろちょっとねコンディションがあります。それちょっとね一人一人の住んでいる場所と子供の年齢とか親の年齢とか1年間でどのぐらい自分の国にね家族のためにお金を送っているとか、まあ、それによって全然違うので、まあそういうのは、私はねメンバーの人だったら、まあ、無料で相談に乗るんですけど、ちょっとやっぱりねそのプライベートなインフォメーションを聞かないとちゃんと答えられないので、まあ友達がいる場合は調べてみてください。でもほとんどの人は分かんないと思いますけどね。なんで私が分かるのか。私はね自分でスモールビジネスを持っていたので、まあ、今もオンラインコースっていうビジネスを持ってますけど、スモールビジネスを持っているので結構タックスは詳しいんですね。だからちょっと調べればはいはいはい、まあ分かるですね。
でも何も知らない人が見ても何どうすればいいのってね、感じになると思いますけど、まあそれだけね気をつけてください。まあ、今日言ったのは所得税、インカムタックス、特にミャンマーの人はミャンマーにも所得税を払っていて、日本にも所得税を払っていると。その時日本の所得税は言えば戻りますよ。わかります？これ自分で言うんですね。それは日本とミャンマーがプロミスがあるから、それはできますよと。だからアジアの国はほとんどね、日本と、そのダブルインカムタックスがない to avoiding double income tax ね、あります。そのプロミスがあります。インドネシア、フィリピンあります。です。だからそれ言えば戻ってきますよっていうのと、住民税は1年目は払いません。でも2年目絶対払いますから、今年日本に来て働いている人は来年払います。絶対払います。それは1年間で18万円ぐらい。結構大変ですよね。はい、今18万円税金払ってくださいって、税金払わないとあなたは、もう帰ってくださいって。大変ですよね。必ず払いますので、1ヶ月ね、住民税用に、1万円2万円絶対貯金しといてください。残しといてください。銀行口座にね。でもそれは自分で払う場合と会社があなたの給料を引いて払う場合があるので、まあそれは会社に聞いた方がいいです。それ会社によって違いますよって話でしたね。でそして住民税と所得税は、もしあなたが、自分の国に子供がいて、親がいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、その人のためにお金を送っている、生活のためにお金を送っているときに、それも言えば、住民税安くなります。でもそれ来年ですもん。今年はもう3月31日、去年の分はもう3月31日で、言える期間は終わりましたので、これ知った人はもうだから来年のためにね、準備しといてください。まあその場所によって、あなたの住んでる場所によってちょっと条件が違うので、それはもう自分で調べるしかないですね。まあこのライブ配信のねところにリンクがあって、 N4 のビデオコースっていうのがあります。まあ5月6月になったらねプライスアップしますので、まあちょっとなんかね、日本語を勉強する以外でね、ちょっとこういう細かい、情報もメンバーの人には教えていますので、まあN4 のビデオコース、日本語を勉強するっていうプラスね、いろいろいいこと、メリットはあるかなと、正直思ってます。まあいろんなね特定技能の分野で働いていて、自分の教科書があってね、それを、翻訳してくださいっていうのでも全然 OK ですしね、まあ、そういうのもかなり無料ではないんですけど、ちょっとすごい安い値段で、できますしね、まあ、メンバーのためだけにね多分あなた一人だけじゃ分からないことが結構多いと思います。日本の税金とあなたの国の税金でやっぱりシステムが違うのでね、まあ今日はそんな感じですよね。なんか参考になればいいかなと思います。やっぱりインドネシアの人とか SSW のワーカーの Facebook のグループ見ていると、給料明細の見方が分からないとかね、結構そういう人がいました。で税金がなんだこの税金はとかね、なんかそういうのがありましたので、まあちょっと最近ね住民税の話とか給料明細の話っていうのをちょっとメンバーとか私のメールマガジンに登録してる人にねメールでちょっと送りました。まあ初めて見てる人いたらよかったらね、いいねフォローしていただけると嬉しいです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。